ラインの安定してる部分で前身頃の合い印のところをつないだ線の真ん中を通るようにしてきれいに。こんにちは、副工房の小村です。今回はラグラン袖の七分袖ジャケット、これの丈の修正についてお話ししようと思います。丈といってもこのジャケット、基本的に身長が158センチの方に合うように作っています。で丈も好みもあるんでしょうが、165センチ以上の方とか150センチ以下の方であると寸法もちょっと変わってくるので、好みもあるんですが、だいたいこれ158センチなんですが、165センチの人だと2センチぐらい長くするとバランスが良くなるのと、あと150センチ以下の方だとマイナス2センチぐらいするとバランスが良くなるという、ことになりますので、その開いたり縮めたりっていう、どこでどんな風にっていう説明をしていこうと思います。あと身頃のことを先ほど言ったんですが、あと袖丈に関してもこれも一応七分袖の寸法設定にしてるんですが、腕も人によってそれぞれで、とても長い方もちょっとバストはいいけど腕は短いよっていう方もおられるので、その辺の修正もしていこうと思います。それでは展開の仕方を説明していきます。これ前身頃、前脇、後ろ脇、後ろ中心身頃の4パーツをここに載せてるんですけども、切り開く位置はだいたい安定した位置が良いので、このジャケットの場合ちょっとすぼまりになってるので、安定してる位置がだいたいこの合い印のとこなので、前身頃の合い印のところを基準にして切り開いていきます。まず前身頃のこの合い印から前中心線、地の目が通ってるので、それに対して直角線を引きます。で直角刺しがなかったり自信のない方は、ここをこういうふうに折って、この線とこの線を合わせて折ると、ここに直角の折り目がつくので、これで直角を出しても良いです。ここの次、前脇身頃もこの合い印からこの地の目に対して直角線を引いていきます。これ直角刺しでもさっきのように、地の目同士をこう合わせて折ると直角が出せるので、これはいいように必ず直角で出してください。今ちょっと直角刺しで取っていきます。で直角を引くと下からちょっと測ります。17.4 ですね。ここと同じ寸法を脇身頃、後ろ脇身頃でも取ってきて、ちょっと印をします。これでまた地の目に対して直角線を引きます。で直角線を引いたら、今度は、後ろ脇身頃の中心側のここの寸法と後ろ身頃のこの寸法を合わせて、これは 17.3 ですね。この寸法とこの寸法を合わせて、今度後ろ中心に地の目が通っているので、後ろ中心に向かって直角に展開線を描いていきます。上側と下側を展開線で切ってきました。これで、短くする場合は平行に線を引いといて、地の目を合わせるように気をつけて、こういうふうに重ねます。こうするとつながりがだいたいいいんですが、
ちょっとカクッとなったりしたら角を取ったりしてなだらかにつなぎ直してください。で逆に広げる時は、中心線が歪まないように気をつけてこう平行に開いてここをつなぎます。もしつないだ時にこうカクカクっとなるようでしたら、つないだ線の真ん中を通るようにしてきれいにつなぎ直してください。で脇身ごろも同じようにして、先ほどと同じようにして縮めたり伸ばしたりしてみてください。他のパーツも同様です。次に袖の丈を直す方法を説明します。これラグラン袖なので、こんな形なんですが、前袖、後ろ袖とあります。これどこで展開するかというと、袖下の真ん中あたりが一番バランスがいいと思います。真ん中あたりどういうふうに見るかというと、ちょっとこのラグラン線でもこの部分少し丸い形にしています。なのでこの線に合わせるのではなく、必ずこの地の目をから直角に切り開きをしていきます。もしこの線が短かったらちょっと伸ばした方がいいですね。ちょっと直角が取りにくいと思うので伸ばして、こことここの間こうやって折るのが一番やりやすいと思います。これでさっき延長した地の目線でだいたい真ん中で地の目に対して直角に線を入れていきます。後ろも同様にだいたい真ん中で地の目線に対して直角に切り開きの線を入れていきます。これも身ごろと同じように切り開いたら、短くしたい方は短く、長くしたい方は長く、先ほどと同じように開くと良いです。次に肩幅の修正なんですが、普通のお袖と違ってラグランスリーブなので肩先の位置っていうのはなだらかになっているので、そんなにここが肩っていうことはないんですが、それでもちょっと肩幅がだいぶ狭いから直したいっていう方がおられたとしたら、一応修正の仕方を説明しようと思います。ラグランスリーブの肩幅はこんな形になってるんですけど、今これ後ろ中心身ごろで、これが後ろ袖になります。肩幅どうやって見るかっていうと、この部分とこの部分の形をこう線同士が合うように合わせています。合わせた状態で、ここからだいたいこの合い印のところを肩幅としていて、39ぐらいになってるんですけど、これをもうちょっと入れたい場合はこの丸みの頂点を入れる。丸みの頂点を肩幅広い方は丸みの頂点を出すっていう風にすると良いです。ちょっと入れてみるとどうなるかっていうと、この辺からカーブが1センチ入れるとしたら、この1センチの内側からこうカーブが始まる感じで、この辺りを削っていくと、だいたいここも少し丸くなってるので、ここをだんだんとこう削っていくようにして頂点をこんな感じで頂点をずらしていくと肩幅が小さくなります。ちょっとやりにくいとは思うんですが、一応ずらすっていうことに
なります。いろいろ切り開いたりっていう修正の仕方を言いましたが、気になる方ぜひ、修正してみてください。